いやー、いいね。ホスト楽しいわ、めっちゃ。ええわ。きらびやかな夜のひととき。本当にもっとね、愛情を注いでもらうんで、はい、もっとかっこいい男でいます。ありがとうございます。それは一瞬にして終わりを告げた。で全然つかないから、さっき催促したのに全然つかないから返金しろって言ってるので、ちょっとついてないわ。そうです、急ぎでお願いしたいです。ずっとついてくれない場合は、まあ、指名料の返金があるっていうのを前に聞いたから、僕締めですか？そうです。今知った。いや、マジで申し訳ないです。止まらないクレームの嵐。やべえ。その壮絶な一日を3部作でお届け。ザ・ローランドショー開幕。関西の玄関口、新大阪駅。この日、密着ディレクターはある人物と待ち合わせをしていた。お久しぶりです。ありがとうございます。いやー、派手だな全身にハイブランドをまとったやから感半端ないこの男。4億6000万オーバーで鈴鹿椿くんです。おめでとうございます。年間売上4億6000万オーバー。去年日本2位の売り上げを叩き出した鈴鹿椿だ。大阪何年ぶり？どうだろうな。2、3年ぶりとかですかね。ああ、そっか。来ないですよね。歌舞伎町では指名することすら難しい椿にとってまさに時は金なり。ちなみに何の経緯でこう大阪に来ることになったんですか？まあザ・クラブ大阪が、今年で、オープンしたじゃないですか。で、自分もなんか大阪店行ってみたいなっていう、そういう気持ちと、で、有志代表に、連絡したんですよ。大阪って行っていいみたいな。そしたら、いいよ、来ていいよって言って。それは何？ザ・クラブのナンバーワンとして、大阪店をなんか復興させるってこと？立ち上げなんで、立ち上がったばっかしなんで、新人たち多いじゃないですか、ホスト未経験の人たち。それなんで自分と有志がやっぱりこうお客様呼んでお店を盛り上げるだったり、あと一つこの話題性ですよね。自分と有志が去年日本で1番2番取ったじゃないですか。でその中でじゃあ2人がこう東京から大阪でじゃあ一夜でこうやって集まるとか、そういう話題性だったりとか、あとはシンプルになんか東京に来れない姫たちがいるんで。なるほど。いわばオープンしたての大阪店の起爆剤。東京にはなかなか来られない新規客を中心にすでに20件ほど予約が入っているという。うわオッケーオッケーオッケー。じゃあさ、早めの場所送っといて。オッケー。今日よろしくね。じゃあね。今あれゆうしさんですか？声がゆうしさんだった。有志です。部屋目とかも予約してくれたんだ。そう優しいですね。いわゆるゲストをちゃんと待遇してますね今。してますね。してくれてますね有志。ただ、あいつはね、俺が来る時とかね、絶対もう合わせてね、姫たち呼んでね、ラストを狙いに来るから。ゆうしさんも？そう、もうあいつそういう性格ですから、もう俺に合わせてもうね、姫たち呼んで、もう多分バッコバッコ勝負しに来ますよ。なんでね、今日は多分ラスソンね、普通に多分取れないんですけど、どうなるんかなみたいな。と年間4億6000万も稼ぐホストが泊まる宿は、押すね。おー、すごいね。なるほど。ベッド2つもあるよ。これはいくらしたんですか？1泊で7万っすね。7万？はい。
まあお店からねこう出してもらってるんでいくらか。あ、お店からも来るんだ、そうです。補助が。そうです。お店から、まあ、3万ないぐらいですね。2万6千とかそのぐらい出してもらいました。はい。で、残りは自分で払ってみたいな。そういう手当があるんだね。そうです。来る時も新幹線代とか出してもらいました。あ、新幹線代も出してくれるんだ。そうです。しかもグリーン車ですよ。ああ、すごい。ローランドグループすごいなって。普段はグリーン車はどんな感じですか？いや、普段乗らないですよ。普通の自由席ですよ。飛行機とかも、エコノミーだったりとかビジネスとかあんま乗ったりしたことないんで。絶対嘘でしょ。いや、本当なんですよ。着く時間がね、もっと早く、1時間とか2時間早くなるんだったら、その分遊べるから別にいいかなと思うけど、着く時間みんなと変わんないから、どっちでもいいかなと思って。めっちゃ意外。キラキラしてるから、そういう、外から見るところも全部キラキラな人なのかなと思ったんですよね。案外そんなことないですよ。ご飯とかも外食とか一切しないですしね。ほとんどスーパーで作ってますし、毎日。めちゃくちゃ質素ですよ。今何イメージアップ並んでる？いやいや、ガチ。いつもそうだから、本当に。ホストでの成功はなんか別に成功だと思ってないんで。いつまでもやれる仕事ではないですし、ぶっちゃけ1年間だけじゃないですか。その1年間ね、記録作ったからって別にいい生活していいかって言ったら、まあまたそれは別なのかなと思って、何があるか分かんないじゃないですか。意外にも堅実派。というのも、ホストを引退していた数年前、必死に貯めた1億円を詐欺で失っていた。お金でちょっと大変な思いしたことあったから、20代の時に。だからなんかこう、臆病になってるっていうか、なんかこうあれなんですよね。ちょっとお金にはシビアなんだ。シビアになっちゃったのかな。ちょっと大変な思いしちゃったことあったからね。多分それが原因で。ホストなんてみんな客のこと嫌いっすよ。そんな。金使ってなんぼっすよ。稼ぎに来てますから、歌舞伎町に。時折見せるお金への異常な執着。それは過去に経験した悔しさからだった。人すごいな。ここが大阪か。待って、スパイダーマンとかいるんじゃん。何よね、何あんなあんの初めて見たよ。いいね、なんか楽しいわ。そうたこ焼き食うよ、せっかくだから。話をおごってあげるよ。ちょっと待ってよ。グイコあった。だって3年4年ぶりぐらいの初グリコ。何を言っているのかよくわからないが、歌舞伎町での活躍は大阪にも届いているようで。いいね。そうです。インスタフォローしてます。見てます。ありがとうございます。写真撮りますか？いいです。全然いいですよ。ホストの枠を超え、夜の街ではちょっとした有名人だ。いいね、大阪だね。いや、そうさ、よくない？大阪感じるよね。ちょっと大阪好きになったかもしれん。非常に単純である。来年大阪でエキスポがあるんですよ。なんすかそれ？大阪万博知らない？知らない。何それ？万博って。万博を知らない？万博を知らない。そもそも万博を知らない。1970年の大阪万博知らないですか？なんすかそれ？知らない。マジ？マジ。なんすかそれ？一般常識がなすぎた。なさすぎた話だね。つい本音が出た。お店で勝負をかける前の腹ごしらえ。孫さん、5個入りでいい？10個？すいません、10個のやつで。たこ焼きとか超久々に食べるんだけど。熱くないですか？いいじゃん、そうじゃん。大阪だね。ボキャブラリーがそれしかないの？もうそれしかないよ。単純だから、単細胞だから。第一印象どんなイメージでした？椿との出会いは今からおよそ2年半前。はじめまして、椿です。よろしくお願いします。よろしく。椿さんあれですよね、めちゃくちゃ派手な電撃移籍みたいな。いや、そうです。3年ぶりです。何が3年ぶりですか？ホストです。その昔、
ローランドと肩を並べた歌舞伎町のレジェンド。一時期ホストを引退していたものの、ローランドのホストクラブ2号店のオープンと同時に電撃復帰を果たした。絶対に売れないと思った。めっちゃ正直に言うね。なんで？今令和時代に昭和の男が来た感じがめちゃくちゃしてて、あ、本当に。なんかノリもそうだし、メイクの仕方とかなんかこう雰囲気がすごい昔の感じがしたから。確かにね、3年ぶりにホスト始めたら見た目とかも全然違うし、結構散々言われましたからね。正直ね、期待されてた部分もやっぱあったじゃないですか。だけどこう自分が結果残せなくて、お店からこう必要とされてないっていうか、なんかそんな風な雰囲気っていうか、やっぱちょっと感じてましたよ。まさに浦島太郎のごとく、時代に取り残されたみそじホスト。復帰したものの1年以上売れないホストのままだった。もうよくわかんないです。もう分からなくなってきた。もうよくわかんない。正直すぎる椿は、つまり不器用なのだ。多分これを僕が言ったら他の従業員がちょっとジェラスかもしれないけど、結構ローランドも裏で椿さんが売れてないことは結構悩んでる。あ、そうなんですか。売れてない椿を見るのが見てられないみたいなことないことね。一従業員である前に、一人の友として椿のことを誰よりも気にかけていた。ただホストクラブ密着歴6年のディレクターには一つ気になることが。で、一個だけ俺聞きたいんですけど、マジで。一個聞きたいんだけどね。いいですよ。あれね、泣きながら撮った動画あるでしょ。はいはあれリアルに泣いてないでしょ。それはまだ椿が売れる前、 YouTube に投稿した一本の動画。分かってるから、もう今売れてないよ俺は。もう日本で一番売れてない。もうやばい本当に、マジでブザバ。なんつったらいいかよくわかんねえわ、ごめん。もうなんかうまく喋れない本当に。今辛すぎて気持ちが。わかりやすく困ってます感をアピールする様は何やら感動的なシーンにも見えるが、涙を拭くティッシュはカラカラだ。なんかね、もう本当今だから言えますよ。あれはやらせって言ったらあれだけど、いや、だって多分視聴者も分かってますよ。分かってますよね。そうで、もう何をしたらいいのか分からなくて、自分のそういう瞬間とかを、もう見せるしかないなっていうか、弱さを見せるしかないなって。でも結構矛盾なことに、そこからね、なんかこう視聴者が増えた感じでしょ。そうなんですよ。あの動画ぐらいからなんですよ。でしょ。そう、返り咲くきっかけとなったのはこの渾身の嘘泣き動画。もう無理、さよなら。ちなみにその4日後にはただいま、ありがとうと、まあまあ早めのカムバック。みんながいるから俺 YouTube 楽しくできてるから、本当にありがとう。この一連のメンヘラっぷりがどういうわけか視聴者に刺さったというわけだ。中身の気持ちは変わらない。変わらない。そう、見せ方がね。いや本当は泣きたかった。本当はあの時泣きたかった。それからでも一気にいったのかな。1月ぐらいからね、4000万とかいって、今日の初指名とか見せたじゃないですか。やっぱり YouTube 見て会いに行きたいなって思う人たちやっぱいるんで、さっき声かけられたりとか YouTube 通して知ってもらう機会ってすごく増えたんですよ。だから自分がホストやってたり YouTube 活動してる間とかは、まあこう会いに行きたいと思う人たちも少なからずいるんじゃないかなって、そういう部分ですかね。密着カメラは椿のやらせもあぶり出す。そして今から事件が待っていた。
すごいな。大阪のコスクロ。この近くなんで、あれここっすか？ここ？こんな近い？ちょっと待って。駐車場入っていくの？駐車場入っていく？いや、ガチですか？駐車場入っていっていいの？なるほど。駐車場の先なんだ。こんにちは。今日よろしくお願いします。久しぶりじゃん。元気？こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。レジェンドの来店ともなればミスは許されない。新人たちのシャンパンコール練習はいつにも増して気合が入っていた。せいや、久しぶりじゃん。元気？いいよ。元気？久しぶりじゃん。元気？ほとんどが初対面の中、久しぶりの再会も。はじめまして、椿です。よろしくお願いします。こんにちは。椿です。はじめまして。こんにちは。はじめまして。こんにちは。普通に初めましてって言われたらちょっとショックです。いや2回目なんですけど、初めまして言われたら初めましてって言ってきました。ちょっと悲しかったです。ありがとうございます。次回営業開始とともに椿一色に染まる店内。順調かと思われたが、ちょっとバタバタしてますね。やっぱ初指名多いんで。不器用さが致命傷に。さらに最近ご無沙汰のロマネに超強力ライバル出現。そのロマネさんがすごい高学歴ホストっていうのでこう取り上げられてて、今日からは僕が一番の高学歴ホストなんでよろしくお願いします。